農道のポルシェとフェラーリ比較します。農道のポルシェとフェラーリ、何それ？リアエンジンのスバルサンバーとミッドシップのホンダアクティのことよ。そうなの？今回は 4WD のサンバーとアクティを比較するの。中身も走りもかなり違うわ。そうなの？僕、早く動画を見たいのだ。サンバーとアクティ大きく違うのがエンジンとミッションの取り付け位置です。旧型サンバーは RR、 エンジンはリアタイヤより後ろ側にあります。わかりやすくするためサンバーのエンジンフードを外します。エンジンフード外れました。右側がエンジン、左側は 4WD のマニュアルトランスミッションです。この黒い横棒は車体フレームです。荷台フロアの後ろ側にエンジンサービスホールカバーがあります。ここを開けるとエアクリーナーやオルタネーターが見えます。次は生産を終了した最終型のアクティです。アクティはミッドシップ、エンジンは左右リアタイヤの間、車体の中央寄りについています。左側がエンジン、右側は 4WD のマニュアルトランスミッションです。黒い横棒は車体フレームではなくリアアクスルシャフトです。左上に見えるのがエアクリーナーです。フロント側から見た映像です。右がエンジン、左がミッションです。荷台フロアの中央付近にエンジンサービスホールカバーがあります。サンバーとアクティは重たいエンジンとミッションが後ろ側についています。荷物を積んでいなくてもリアタイヤが空転しにくいのが特徴です。サンバーは4気筒エンジン。サンバーにはスーパーチャージャー付きもあります。アクティは3気筒エンジン。自然吸気エンジンのみ。シリンダーヘッドカバーの向きも違います。サンバーは後ろ側、アクティは前側。次はエンジン音と排気音を比べてみます。停止状態で比べます。サンバーは4気筒らしい滑らかで整った音です。アクティは3気筒らしい力強い音です。フロントサスペンションはどちらもストラット式ですが、リアサスペンションはかなり違います。サンバーは4輪独立懸架でリアコイルスプリングです。アクティはリアリーフスプリング、左右がアクスルシャフトでつながっています。左リアタイヤの下に角材を置いて両者のリアサスペンションの動きを見てみます。空荷状態なので大きな差はありませんが、サンバーの方が車体の傾きが少ないようです。次は走行中のリアタイヤの動きを比べてみます。まずはサンバーです。リアタイヤがしなやかに動いています。路面の凸凹をうまく吸収しているように見えます。独立懸架式サスペンションの動きです。次はアクティです。こちらもよく動いていますが、サンバーよりドタバタしている印象があります。リジットアクスル、リーフスプリングの動きです。どちらも荷物を積んでいない状態で走行しています。次は車体構造の違いです。サンバーはシャシフレームの上に
キャビンと荷台を乗せてボルトで固定する構造です。荷台とフレーム。軽トラックでは珍しい旧型サンバー独自の作りになっています。アクティはフレームとキャビン荷台がすべて溶接で固定されています。車体全体が一体感のある作りになっています。荷台とフレーム。同じ軽トラでも車体構造の違いは乗り味に大きく影響します。次は 4WD の違いです。サンバーはシフトノブにセレクティブ 4WD のスイッチがあります。スイッチオフ、リアタイヤだけが駆動しています。二輪駆動の状態です。スイッチオン、 4WD に切り替わるとフロントタイヤにも駆動が伝わります。サンバーは必要な時に切り替えて使う方式です。アクティには 4WD の切り替えスイッチがありません。アクティはリアルタイム 4WD です。リフトアップした状態では4輪すべてが回転しています。通常はほぼ後輪駆動。滑りやすい路面では自動で 4WD に切り替わります。アクティはフロントデフの後ろにビスカスカップリングがついています。サンバーはフロントデフの後ろにビスカスカップリングはついていません。次は日頃のメンテナンスの違いを見ていきます。アクティはボンネットですが、サンバーはボンネットではなくフロントパネルです。まずはウォッシャー液の注入口です。サンバーは助手席の下、アクティはボンネットの内側、ラジエーターのリザーブタンクです。サンバーは車体フレームの右側、アクティはボンネットの内側、ラジエーターキャップです。サンバーは助手席の下、アクティはボンネット内側、オイルレベルゲージです。サンバーはヘッドカバーの右横にあります。アクティは左リアタイヤの奥、タイヤハウス内、オイルフィラーキャップです。サンバーはヘッドカバーについています。アクティは左リアタイヤの後ろです。ガソリン給油口です。サンバーは左フロントタイヤの後ろ側、アクティは右側荷台の下。次は車内です。サンバーとアクティどちらもセミキャブではなくフルキャブなので足元は広めです。助手席座面下には違いがあります。サンバーは座面下にサービスホールカバーがあります。荷物を置ける空間はありません。アクティは助手席座面下に空間があります。荷物など置くスペースとして使えます。ここまで見てきた構造の違いは実際の乗り味にも現れています。同じ軽トラでも乗った感じがかなり違うって本当なの？まずサンバーは滑らかな4気筒エンジンが一番後ろについているので車内が静かなの。サンバーは独特の不思議な乗り心地だったのだ。そうね、少し独自の揺れ方をするけどエアサスみたいなふわっとした乗り味が楽しいわね。アクティはどうなの？アクティは乗用車のような感覚で運転しやすいわね。一体感があるってこと？そうね、アクティは車体の剛性感が高くてしっかりまとまって動く印象ね。そうなの？サンバーと比べると走行中のパワステは少し重めだけど慣れると気にならないわ。エンジンはどうなの？アクティの3気筒エンジンは力強さがあって発進や坂道でも楽なの。サンバーの滑らかさとは違ってダイレクトで頼もしい感じね。僕、サンバー独自の乗り心地とエンジン音が好きなのだ。
私、自然な乗り味と力強いエンジンのアクティが好みね。最後に中古軽トラ選びで気をつけてほしいことがあるのだ。見た目が綺麗でも、特に 4WD は下回りに錆や腐食が出ていることがよくあります。下回りをしっかり覗き込んで確認することをお勧めします。荷台周りはどうなの？荷台にゴムマットがある場合はめくってフロアが腐食していないか確認してください。あと、煽りがスムーズに動くか、ヒンジ部分が腐食していないか見てください。そうなの？腐食が進んでいるとヒンジが外れていることがあります。わかったのだ。ご視聴ありがとうございました。